こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルではいろんな猫のポーズを描いていまして、今回はヤンノカステップを描いてみたいと思います。ヤンノカステップ見たことある方もいるかもしれません。知らない人に会った時とか、猫が警戒している時に見せることがあって、背中を丸めて毛を逆立てている、威嚇しているように見えるポーズです。単なる威嚇ではなくって、遊びの延長としてすることもあるそうです。そしてこの姿勢のまま左右にステップを踏む、どことなくユーモラスな動きでもあります。特に子猫に多く見られますが、成長した猫ちゃんがヤンノカステップすることもあります。鉛筆で下書きしてから水彩絵の具で着彩していきます。下書きを中心にヤンノカステップの書き方詳しく解説していきますので、もしよかったら一緒に書いてみてくださいね。使っている画材の詳細は動画の説明欄をご覧ください。それでは行ってみましょう。まず、丸を使って全身のあたりを取ります。こんな感じで今回左向きの猫ちゃんを描こうと思います。全体像をイメージしつつ頭から描いていきます。背中より低い位置にあるので、このあたりですかね。そして体を大きく描きます。大体でいいので頭より高い位置に持ってきます。ここから手足をつけていくのですが、ぐーっと突っ張って伸びていることが多いです。猫はこんなにも伸び縮みするのかっていうくらい、ポーズによって手足の見え方が変わりますよね。まず肩の位置、なんとなくこの辺かなと見当をつけつつ、腕を伸ばします。腕の先に丸く手をつけます。こんな感じですかね。あんまり神経質になりすぎず、おおらかに描いていきましょう。足はこの辺りに太ももがあります。そこからカーブしながら足につながっています。反対側も描きまして、ちょっと向こう側をイメージするのが少し難しいのですが、足を丸く描きます。背中のこの盛り上がったカーブの先から尻尾が生えています。なんとなく尻尾は下を向いていることが多い気がします。さて、頭に戻りまして、三角形の耳をつけますが、イカ耳と言いますか、耳が寝ている、横向きになっていると、よりヤンノカステップの雰囲気が出ると思います。こういう感じで横向きに三角形の耳をつけます。このまま顔のパーツのあたりも取っていきましょう。このように十字線を引くと目鼻口の位置取りがしやすいのですが、今回は横線を下向きにカーブさせて十字線を引きます。縦の十字線も少し球体を意識しながら、ちょっとカーブさせるぐらいで引きます。この十字線が交わったところのこの中心よりちょっと下に鼻があります。鼻の下から口へと続いていますが、今回のポーズですと顎を引いていて口があまり見えないことがあります。そんな時は鼻の周りにポコッとマズルをつけて、鼻の下に口を小さく描いてみてもいいと思います。今回は口は見えない角度で描いてみますね。目の位置は横線の両側です。今丸い点で描きましたけれども、三角形で描いた鼻の筋に沿うように、この鼻筋を伸ばしていったところに目があるという風にすると描きやすいです。目は大きく見開いてしっかりと相手を見ています。ひげは目の上と、あとマズルのこの膨らみから生えています。ピーンとしていると緊張感が伝わってきますね。こんな感じで全身のパーツのあたりが取れました。この形を消しながらつなげていきます。こういうパーツに被ったりごちゃごちゃしている線を一旦整理するのも兼ねて消しゴムで消して形つなげていきます。どんな消しゴムでもいいのですが、私は紙を傷めにくい練り消しゴムを使っています。
余分な線を消したら次は形を整えていきます。よりヤンノカステップに近づけていきます。結構独特なポーズですし、特徴を捉えやすくはあるんですけれども、弓なりになった背中の丸みと長く伸ばした手足、これを自然な曲線でつなげることがポイントです。特に背中や尻尾の毛は逆立って大きく見えます。目を見開いたり、耳をイカ耳にしたりと警戒している様子にするとより迫力が出てきます。個人的に睨みを利かせている小さな虎のようなイメージをしながら描いています。これで下書きができました。ここからは色を塗っていきます。全身を塗ってから目とか鼻とか毛の模様といった細部へと進んでいきます。私は仕上げにガッシュの白を使っておひげを引いています。